ワンちゃんのしつけは、愛情深いペットとの健全な関係を築く上で欠かせません。しかし、誤った方法はかえって問題行動を悪化させ、信頼関係を損なうことも。この動画では、しつけ中に絶対に避けるべき行動と、その理由について詳しく解説します。正しい知識とアプローチで、あなたとワンちゃんの絆をより強固なものにしましょう。このチャンネルでは、ワンちゃんに関する大切な情報をお届けしています。少しでも興味を持っていただけたら、どこのチャンネルかわからなくなる前に、チャンネル登録をお願いいたします。その1、名前で叱らない。ワンちゃんをしつける過程で、多くの飼い主さんが陥りがちな間違いの一つに、名前で叱るという行為があります。ワンちゃんの名前は、彼らにとって最も重要な識別信号であり、名前を呼ぶことは、そのワンちゃんの注意を引き、ポジティブな行動や反応を促すための手段です。名前を使って叱ることは、ワンちゃんにとって混乱の原因となり、名前を聞いただけで不安や恐怖を感じるようになってしまう可能性があります。ワンちゃんは条件付けによって学習する動物であり、名前を聞いて飼い主さんの元に来ることを学びます。これはワンちゃんと飼い主さんの間の信頼関係を築く基本的なステップです。しかし、もし名前を呼んでその後に叱責が続くと、ワンちゃんは名前を呼ばれることをネガティブな出来事と結びつけるようになります。その結果、名前を呼ばれても応答しなくなるか、または恐怖や不安を感じて逆効果の行動をとるようになります。ワンちゃんを叱る必要がある場合は、その行動を直接指摘することが重要です。例えば、ダメ、やいけない、といった具体的な指示を使って、どの行動が許されないのかを明確に伝えることが効果的です。そして、ワンちゃんが正しい行動をしたときは、その名前を使って積極的に褒めることで、名前がポジティブな経験と結びつくようにします。このようにして、ワンちゃんの名前を使うことは、彼らに安心感を与え、学習を促進するためのツールとして、最大限に活用することができます。その2、香りの強い洗剤。ワンちゃんのしつけにおいて、香りの強い洗剤やクリーナーを使用することは避けるべきです。ワンちゃんは人間よりもはるかに敏感な嗅覚を持っており、強い香りは彼らにとって不快であるだけでなく、ストレスや不安を引き起こす原因となることがあります。特に、しつけ中のワンちゃんは新しい環境やルーチンに慣れることで精一杯であり、強い香りによる追加的なストレスは、しつけの効果を低下させる可能性があります。香りの強い洗剤を使用すると、ワンちゃんはその香りを避けようとするかもしれません。これは、家の特定の部分へのアクセスを拒否する形で現れることがあります。例えば、強い香りのする洗剤で、掃除した部屋に入りたがらない、またはそのエリアでのトイレトレーニングがうまくいかないなどの問題が起こる可能性があります。これらの行動は、ワンちゃんがその場所や状況をネガティブなものと結びつけるため、しつけを複雑にします。代わりに、ワンちゃんのしつけや日常のケアには、無香料、または自然由来の成分で作られた穏やかな洗剤を使用することをお勧めします。これらの製品は、ワンちゃんにとって安全であり、彼らの嗅覚を刺激することなく、清潔で快適な環境を提供します。また、ワンちゃんが快適に感じる環境を維持することは、しつけの効果を高めるだけでなく、ワンちゃんと飼い主さんの間の信頼関係を深めるのにも役立ちます。ワンちゃんのしつけにおいては、ワンちゃんの視点を理解し、彼らの感覚を尊重することが非常に重要です。香りの強い洗剤の使用を避けることは、その一例に過ぎません。ワンちゃんが安心して学習できる環境を提供することで、しつけのプロセスは、よりスムーズに、
そして効果的に進むでしょう。その3、急に食事を変える。ワンちゃんの健康管理の中で、食事は非常に重要な要素です。しかし、しつけの過程で見過ごされがちなのが、急に食事を変えることのリスクです。ワンちゃんの消化器官はデリケートで、急激な食事の変更は、消化不良や下痢、嘔吐などの健康問題を引き起こす可能性があります。特に、しつけの一環として食事を変える場合、ワンちゃんのストレスが増加し、学習能力にも悪影響を及ぼす可能性があります。食事の変更を考える際には、まず獣医師に相談し、ワンちゃんの健康状態や栄養ニーズに適した食事を選ぶことが大切です。そして、新しい食事に切り替えるときは、少なくとも1週間かけて徐々に変更することをお勧めします。古い食事に少しずつ新しい食事を混ぜ、日々の割合を徐々に増やしていくことで、ワンちゃんの消化器官が新しい食事に慣れる時間を与えることができます。急な食事の変更は、ワンちゃんのしつけにおいてもネガティブな影響を与えます。食事は、しつけにおける報酬やモチベーションの源泉となりますが、食事がワンちゃんにとって不快なものであれば、その効果は著しく低下します。ワンちゃんが新しい食事を受け入れない場合、しつけの際の報酬としての価値が失われ、ワンちゃんの学習意欲に影響を与える可能性があります。そのため、食事の変更は慎重に、かつ計画的に行うことが重要です。その4、要求すべて受け入れる。ワンちゃんのしつけにおいて、ワンちゃんの要求をすべて受け入れることは、避けるべき行為です。これは、ワンちゃんが飼い主さんに対して優位性を持つと認識することにつながり、結果として指導やコマンドの無視などの問題行動を引き起こす可能性があります。ワンちゃんは群れの中で生活する動物であり、その社会構造には明確な階層が存在します。そのため、飼い主さんはリーダーとしての立場を保ち、ワンちゃんに適切な行動を教え、ルールを設けることが重要です。要求に対して全てはいと答えることは、短期的にはワンちゃんを満足させるかもしれませんが、長期的にはワンちゃんのしつけにおいて悪影響を及ぼします。例えば、食事の時にテーブルから食べ物をねだる行動を許してしまうと、その行動は定着し、ワンちゃんが要求するたびに報酬を得ると学習します。このような状況は、ワンちゃんが飼い主さんの指示よりも自分の欲求を優先するようになり、しつけをより困難なものにします。ワンちゃんの要求に対しては、適切な境界を設定し、一貫性を持って対応することが必要です。不適切な要求には断固としていいえと言い、代わりに適切な行動を促し、その行動に対して報酬を与えることで、ワンちゃんが望ましい行動を学ぶように導くことが大切です。これにより、ワンちゃんは飼い主さんのリーダーシップを認識し、信頼関係が築かれ、しつけも効果的に進むことになります。その後、食品の正しくない保存。ワンちゃんの食品を正しく保存しないことは、ワンちゃんの健康に深刻な影響を及ぼす可能性があります。適切な保存方法を怠ると、食品が劣化したり、有害な細菌が増殖する原因となります。特に、生肉や生食を与える場合、正しい保存方法を守ることは非常に重要です。これらの食品は腐敗しやすく、不適切な取り扱いがワンちゃんの食中毒を引き起こす可能性があります。ドライフードに関しても、開封後はしっかりと封をして、湿気や虫が入らないように保管する必要があります。湿気が多い環境や直射日光が当たる場所での保管は、フードの品質を著しく低下させ、栄養価を損なう原因となります。また、フードの保存期間にも注意が必要です。長期間保存されたフードは、
酸化により脂肪が悪化し、ワンちゃんに有害なものとなることがあります。ワンちゃんの食品を正しく保存することは、ワンちゃんの健康を守るために欠かせない行動です。食品の保存方法に関する推奨事項や指示を守り、常にフレッシュな食品を提供することで、ワンちゃんの健康維持に努めるべきです。また、食品の扱い方に不安がある場合は、獣医師や専門家に相談することが重要です。ワンちゃんの食品の正しい保存方法を学び、実践することで、ワンちゃんの健康を長期にわたり保つことができます。その6、おやつの過剰提供。ワンちゃんにおやつを過剰に提供することは、多くの飼い主さんが犯しやすい間違いの一つです。おやつは、ワンちゃんのしつけや訓練の際の強力な動機づけツールとなり得ますが、過剰に与えることは、ワンちゃんの健康に悪影響を与えます。特に、肥満は過剰なおやつの提供から直接的に引き起こされる問題の一つであり、関節疾患、糖尿病、心臓病など、様々な健康問題のリスクを高めます。おやつを提供する際は、そのカロリーをワンちゃんの日々の食事量に含めることが重要です。多くの場合、おやつのカロリーは見落とされがちですが、これが肥満の主な原因となることがあります。また、おやつの質にも注意が必要です。栄養価の高い、自然由来の成分で作られたおやつを選び、砂糖や添加物が多く含まれるおやつは避けるべきです。おやつを過剰に提供することは、ワンちゃんの食事のバランスを崩し、栄養過多や偏食を引き起こす原因となります。ワンちゃんにおやつを与える際は、その量を制限し、訓練や特別な機会の報酬として意味のあるものにすることが望ましいです。また、おやつを与える行為は、ワンちゃんとのポジティブな関係構築に利用すべきであり、単にワンちゃんを黙らせるための手段として使われるべきではありません。ワンちゃんの健康と幸福を維持するためには、おやつの提供に関する適切な知識と自制心が必要です。適量のおやつを適切なタイミングで提供することで、ワンちゃんの健康を守りながら、しつけや訓練の効果を最大化することができます。その7、ドッキリ。ワンちゃんをしつける際に、ドッキリやいたずらを仕掛けることは絶対に避けるべきです。このような行為は、ワンちゃんに深刻なストレスや不安を与え、信頼関係を損なう原因になります。ワンちゃんは環境や日常のルーチンに敏感であり、予期せぬ出来事や恐怖を感じる状況に置かれると、精神的なトラウマを受けることがあります。ドッキリは、ワンちゃんが安全だと感じるべき自宅でさえも、安心できない場所に変えてしまう可能性があります。特に、大きな音を出したり、ワンちゃんを驚かせるようなドッキリは、ワンちゃんの恐怖反応を引き起こしやすいです。恐怖は攻撃性や不安定な行動につながり、ワンちゃんが人間や他の動物に対して過剰に反応する原因となることもあります。また、ワンちゃんが恐怖を感じると、その恐怖の原因から逃れようとします。これが逃走行動の原因になり、ワンちゃんが逃げ出してしまう危険性も高まります。しつけにおいては、ワンちゃんに安心感を提供し、ポジティブな関係を築くことが非常に重要です。ドッキリやいたずらは、この目的とは正反対の結果をもたらし、ワンちゃんの行動問題を悪化させる可能性があります。ワンちゃんとの信頼関係を築くためには、安全で予測可能な環境を提供し、一貫性のあるトレーニング方法を実践することが必要です。その8、食事中の邪魔。ワンちゃんの食事中に邪魔をすることも、しつけにおいて避けるべき行為の一つです。食事はワンちゃんにとって重要な時間であり、この時間を安全で落ち着いた環境で過ごすことが重要です。食事中に邪魔をされると、ワンちゃんは食べ物に対して過剰に守りを固めるようになり、
食事に関連した攻撃性や食品保護の行動を示すようになることがあります。これは人間や他のペットが近づいただけでワンちゃんが吠えたり噛みついたりする原因になります。食事中の邪魔はワンちゃんが食べ物を安心して食べられないと感じさせ、ストレスや不安を引き起こします。このような状況は食事の時間を負の体験と結びつけ、ワンちゃんの心理的な健康にも影響を及ぼす可能性があります。ワンちゃんに健全な食事習慣を教え、食事中の攻撃性を防ぐためには、食事の時間を尊重し、ワンちゃんが静かで落ち着いた環境で食事できるようにすることが大切です。食事中の邪魔を避けることは、ワンちゃんのしつけにおいて非常に重要な要素です。ワンちゃんが食事中に安心して食べられるようにすることで、食品保護の行動を減らし、ワンちゃんとの健康的な関係を維持することができます。食事の時間を安定したルーチンとして確立し、ワンちゃんがその時間を安心して楽しめるように配慮することが、長期的に見てワンちゃんの健康と幸福に寄与します。その9、ダメなことを叱る。ワンちゃんのしつけにおいて、ダメなことをしたら叱るというアプローチは一見効果的に思えるかもしれませんが、実際には多くの問題を引き起こす可能性があります。叱ることでワンちゃんに恐怖感を植え付けることは、信頼関係を損ない、ワンちゃんの学習効率を下げる結果につながります。恐怖はワンちゃんを防御的にさせ、必要な学習や社会化のプロセスを妨げることがあります。さらに、叱られることでストレスを感じるワンちゃんは、そのストレスを他の行動問題として表すことがあります。ワンちゃんをしつける際は、ポジティブな強化を中心に据えるべきです。望ましい行動をしたときに、報酬を与えることで、その行動を繰り返すように促します。これにより、ワンちゃんはポジティブな経験を通じて学習し、叱ることなく望ましい行動を身につけることができます。叱る代わりに、ワンちゃんがダメなことをした場合は、無視をするか、他の行動に誘導することで、不適切な行動を強化しないようにすることが重要です。ワンちゃんのしつけにおいては、ワンちゃんが理解できるクリアで、一貫したコミュニケーションが必要です。叱ることはワンちゃんに、不安や混乱を与えるだけでなく、何がダメなのかを正確に伝えることが難しくなります。したがって、ワンちゃんがダメなことをした場合には、ポジティブな方法で適切な行動を指導し、ワンちゃんが安心して学び、成長できる環境を提供することが、ワンちゃんとの健全な関係を築く鍵となります。その10、炎天下での散歩。ワンちゃんを炎天下で散歩させることは、ワンちゃんの健康にとって非常に危険な行為です。高温の環境は、熱中症や脱水症状を引き起こすリスクを高め、ワンちゃんの健康に深刻な影響を及ぼすことがあります。特に、地面が熱くなると、ワンちゃんの足の裏を火傷させる可能性があります。ワンちゃんは汗をかくことができないため、暑さに対する耐性が人間よりも低く、高温の中での活動は避けるべきです。炎天下での散歩を避けるためには、早朝や夕方など、気温が比較的低い時間帯に散歩させることが推奨されます。また、散歩中は常にワンちゃんの様子を観察し、息が荒い、よだれが多い、ぐったりしているなどの熱中症の兆候が見られた場合は、直ちに涼しい場所へ移動させ、十分な水分を提供する必要があります。炎天下での散歩を避けることは、ワンちゃんの安全を守るために非常に重要です。ワンちゃんを外に連れ出す際には、気温や湿度を確認し、ワンちゃんが快適に過ごせる条件かどうかを慎重に判断することが必要です。ワンちゃんの健康と安全を第一に考え、適切な気候条件下での散歩を心がけることで、ワンちゃんとの散歩を楽しく、安全に行うことができます。その11、危険物の放置。
ワンちゃんを飼う家庭では、日常生活の中で使用する多くの物品が、ワンちゃんにとっての危険物となり得ます。これには掃除用品、薬、小さな玩具、電気コード、有毒な植物などが含まれます。これらの物品をワンちゃんの手の届く場所に放置することは、重大な健康リスクをワンちゃんに与える行為です。ワンちゃんは好奇心旺盛で、口を使って新しいものを探索する習性があるため、誤ってこれらの危険物を摂取したり、触れたりすることがあります。特に注意が必要なのが、掃除用品や薬剤です。これらは、ワンちゃんが誤って飲み込むと、中毒を引き起こす可能性があります。また、電気コードをかじる行為は、感電の危険性があるため、非常に危険です。さらに、小さな玩具や部品は、ワンちゃんが誤飲することによる窒息や消化管の閉塞を引き起こすリスクがあります。有毒な植物も同様に、ワンちゃんにとって重大な健康問題を引き起こす可能性があります。ワンちゃんの安全を守るためには、これらの危険物をワンちゃんの手の届かない場所に保管することが重要です。また、ワンちゃんが自由に行き来できる環境を定期的に点検し、安全でない物品がないかを確認することが必要です。ワンちゃんをしつける際には、ワンちゃんが触ってはいけないものを明確に教え、危険からワンちゃんを守るための教育も行うことが効果的です。ワンちゃんの安全を第一に考え、危険物の放置を避けることで、ワンちゃんが安心して過ごせる環境を提供することができます。その12、人間の食べ物を与えない。ワンちゃんに人間の食べ物を与えることは、多くの飼い主さんが気軽に行ってしまいがちな行為ですが、これもまたワンちゃんの健康を脅かす危険な習慣です。人間の食べ物の中には、ワンちゃんにとって有害、または致命的なものが多く含まれています。例えば、チョコレート、ぶどう、玉ねぎ、ニンニクなどは、ワンちゃんにとって有毒であり、摂取すると重篤な健康問題を引き起こす可能性があります。さらに、人間の食べ物は、ワンちゃんの栄養ニーズを満たすようには設計されておらず、過剰な塩分や砂糖、脂肪を含むことが多く、肥満や糖尿病などの原因となり得ます。ワンちゃんに適した食事は、ワンちゃんの健康を維持するために、特別に調整された栄養バランスを持っています。そのため、ワンちゃんには、ワンちゃん用の食事を提供し、人間の食べ物を与えることは避けるべきです。もしワンちゃんに特別なご褒美を与えたい場合は、ワンちゃん用のおやつや、ワンちゃんが安全に食べられることが確認された食材を選ぶことが重要です。人間の食べ物をワンちゃんに与えないことは、ワンちゃんの健康を守るための基本的なルールです。ワンちゃんの食事に関しては、常に獣医師や専門家のアドバイスに従い、ワンちゃんにとって最適な食事管理を心がけることが、ワンちゃんとの長く健康的な生活を送るための鍵となります。しつけは、ワンちゃんとの信頼関係を築く大切なプロセスです。今回の動画で紹介したしつけで絶対にしてはいけないことを避けることで、ワンちゃんの信頼を失うことなく、望ましい行動を育むことが可能です。愛情と忍耐をもって正しい方法で接することが、ワンちゃんの健全な成長につながります。ワンちゃんとの幸せな共生のために、今日から実践してみましょう。このチャンネルでは、今後もワンちゃんの大切な情報を発信していきますので、ぜひチャンネル登録をお願いいたします。では、また次の動画でお会いしましょう。